気持ちよかったね。行こうか。よいしょ。ちびちゃんはもう今日は抱っこしたまんまです。新しいね。今日も今日とて寒いね。ねうん。よいしょ。はいはい。お腹すいた。ご飯しようか。うん。車中泊の醍醐味は飯だからよ。家おってもや。よいしょ。久しぶりのたけるくんの登場。お世話になったたけるくん。今回はね、ちびとぼうのご飯を炊飯器飯でやろうと思ってね。うん。家ではやってたんやけど、たけるくんでできるかなっていうところがちょっと不安やけど。まあきっとたける先輩やったらいけるやろ。エコフローのポタ電で初めて使うけど、すごいコンセント挿すとこあるんだね。本当やな。めちそれどこに挿そうかなって迷ったと思う。ゃくちゃあるね、差し込み口。よいしょ。あー、美味しそう。うわー、うまそう。丹波しめじがうんいい存在感を出してるね。ねえ、テカテカ。ね。もうすぐできますよ。お腹すいおた。腹すいたね。米うまそ美味しそうやな、めっちう。ゃ。1合だけやからさ、うん。食べ過ぎ防止にもいいわ。ねうちらにとって。え。でも14分で炊けるからね。おかわり行こうとせんといて。2年ぶりの花山温泉の夜に乾杯。しみる。風呂上がりのレモンチューハイ染みますね。あ、ちょっと危なかった。え、意識が飛んでくる。嘘やろ。美味しすぎてどんなことある。うわ、美味しそ長くお風呂入った日ってさ、う。うん。辛いものが食べたくなる。ああ。なんかスンドゥブとかさ。確かに確かに。置いてあるもんね。うん。いただきまーす。美味しいじゃん。美味しい。目分量の神様。うん。花山温泉といえばさ、うんゆうたくんが結構関西で一番好きって言ってた温泉やったと思うんだけど、どうやった？ 2 年ぶりの2回目の花山温泉は。いや、これね、うんちょっと言っちゃっていいのかな。えまあ、47都道府県全国でさ、200カ所以上はお風呂入ってきてると思うのよ。も和歌山って最初の5軒目ぐらい、4軒目ぐらいやんね。一番最初に花山温泉入った時と、今回入った時の感動の差にちょっと自分に落胆してしまっう、て、やっぱりさ、そうなん花山温泉入った時って初期の段階で、うわ、こんな温泉あるいやのってわかるいうのがあるけどさ、やっぱ全国の温泉、いろんな温泉巡ってきてさ、まあそれなりにいいお値段するわけじゃない。900円やもんな、そう1回。やっぱちょっと上がっちゃうよね。あららららそう、ら。よくないなと思って。感覚が超えちゃった。そう超えちゃって、本あら。
良くないなと思って。まあでも何事もそうですからね。でもっといい温泉があるとかじゃなくて、わかるわかるわかる。一番最初に入った時のあの感動をもう一度っていうのがわかるわ。難しかったなっていうのに今日驚いたというか落胆したという、自分自身に落胆してしまった。前の彼女とか前の彼氏とかがさ、すごいいい思い出に残っててさ、ある時再会した時にさ、あ、思い出のままにしとけばよかったみたいなこととかあるって言うじゃない。似てるんかなと思ってて。そうなんか。急にその例えはちょっとよくわかんない。例え下手くそやのに例え言いたがるからな。じゃあなんか思い出のままにしとけばよかったっていう、それだけを言えばよかったやんか。じゃない。別れてる段階でもうあんまりいい思い出はないのかもしれない。思い出って美化されるじゃない。それで言うと、例えば初恋の人とか、好きだった、学生の時好きで会うみたいなのは、初恋のままに終わらせておけばよかったなとかあるかもしれないけど、もう一回付き合って別れてるんでしょ。ちびちゃんたちのご飯どう？よいしょ、いい感じだと思うよ。初めてのたけるさんで。オープン。美味しそう。あ、いい感じいい感じ、しっかり火通ってるね。しっかり。水が多かったな。ほら、じゃがいもも。いいやん。ね。いいやんいいやん。これ人参とかかぼちゃとかさつまいもとか変えて入れれば全然いけるわ。たける先輩、ここでちびぼうのご飯用に昇格。ね。はい、ちびぼうお待たせ。はい。よし。いい食いっぷりだね。よかったよ、手作りのトッピングができるようになったから。ねえ。炊飯器ってすごいな。ねえ。たけるくんってすごいな。ね。禁断の必殺技使っちゃおうかな。何それ。ずっとやりたかった。こたつしちゃおうかな。あ、いいね、こたつ。電気毛布でこたつ。いいね。こたつ車中泊？こたつ車中泊。いいですか？寒いし。いいよいいよ。このテーブルがこたつみたいなもんやもんな。そう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 。なんか上からさ、電気毛布とかかぶせたらすごい暖かくなると思うの。確かに。やってみるか。やろう。これできるようになったら多分もうこのまま寝てまうで。確かに。よいしょ。ちょうどいいんじゃない？ちょうど良さそう。この電気毛布も3年選手やで。すごいな。長持ちしてるな。ね。めっちゃいいやん。いいね、こたつ。あったかいわ。このために。やっぱこたつといえばみかんだよね。はい、そうです。いただきます。はい。めっちゃ美味しい。ほんま？甘い。どう？甘いよ、めっちゃ。これね、買ったね。いや、買った私も。めっちゃ甘いもん。美味しい。ちょっと酸っぱい。ちょっと酸味がある。でも、ちょっと水臭い。後味ちょっと水臭いわ。なんかこっちの方が美味しい。あんま美味しくない。美味しいわ。手の味がする。こんだけこねこね回してるから。ほんまに。花山温泉の味がするな。かわいいね。ね、ぽっちゃんかわいい。俺が可愛くなかったらよ、世の中の大抵のもの可愛くないぜ。すごい自信やな。そういうところ嫌われるからやめた方がいい。おいおいおい。はい、オッケー。はい、ありがとう。眠すぎる。眠いね。今日車中泊してるところロケーションめっちゃいいから、明日の朝の散歩楽しみやな。ね。ね、おやすみ。おやすみ。天気す？かわいいね、ちび。よいしょ。ありがとう。
あ、雨降ってる。雨降ってるの。ぽっちゃん、朝だよ。じゃあ起きよう。僕の前にあの女を起こせよ。口悪いな、朝から。天気悪いのもったいないね。ね。きっと綺麗やったよな。だね。ね。いいね。いいね。これ2枚一気に焼けるからいいね。ねえ。ね。1個ずつやったら結構時間かかるから。かかるから。前さ、1個ずつのやったやん。でも時間かかってしゃあなかったやん。ね。だから今回は絶対2枚にする。ね。しかもガスじゃなくて電気でできるからいいよな、これ。ね。できたんちゃうかな。どうだろう、どうだろう。美味しそう。いただきます。ありがとう。わ、美ちょっ味しそう。となんかミニトマトとかあればいいやろ。ああ、確かに確かに。うわ、うまそう。うわ、美味しそう。うわ、切れた切れた。うまい。チーズとハムダブルにしてよかった。ね、めちゃくちゃうまいわ。ね。いいね、このカウンターモードも。すごい。ね。今回さ、初めていつも使っているポータブル電源とは違うやつを使ってみたやんか。2年ぐらい同じやつ使っててさ、実質多分1000ワットアワーぐらい大きい容量のって初めてやと思うね。機能的には、もうほぼ変わらなくなってきてるよね。そう、だからやっぱりどこも進化してるからさ。今回思ったのは、実際に置いてみて、あ、意外と綺麗に入ったなって、ジャストフィットしたなみたいな。収納すごい綺麗だったよ。綺麗になったから、こう買う機会があったらね、ここのサイズに合わせたいっていうので、合うのも見つけること結構可能なんじゃないかなって。ね。なんかさ、モコでやってる時はさ、後ろに積んでるポタデンのさ、残量分かれへんかったよ。あれめっちゃ不便やったよ。でもさ、使ってる時からさ、なんかエコフローのやつ、画面携帯で見るらしいのめっちゃいいなって言ってたよ。言ってた言ってた。そういうのはめっちゃいいよな。まあでもエコフローさんのやつっておしゃれよな。なんか、スタイリッシュというかさ。まあでも一つ言えるのはさ、もう車中泊にポタデンってもう必須やなっていう。あとは使う用途とか、置く収納スペースによっての形状のあれって大事だよってめっちゃ思ったわ。あとはね、思った以上に電力消費するよね。だから1泊2日とか2泊3日でも電気プラスガスとか持ってくのっていうのは必須になってくる、せやんな。次なんかせんべいとかさ。あ、いいね。せんべい焼いたりしてね。そこまでせんべいは。